それでは始めましょう。今日は皆さんようこそお集まりいただきましてありがとうございます。ここは兵庫県宝塚市というところにいます。それでは、どうしましょうか。自己紹介からいきますか。今日は私、司会を務めます天野聡子と言います。よろしくお願いします。それでは、どうしよう。久米先生、自己紹介を。はい、皆さん、はじめまして。私は1936年生まれで、日本でいうと昭和11年ですから、今年86万でね、ですからこの中で一番年上だと思いますけど、やっぱり年いきますと非常に体調が日替わりで毎日変わってくるいうか、コロコロとね、今日もだからあんまり体調がもう一つ優れないんですけども、申し訳ないんですけど、なんとか質問にお答えはできる限り知っていることはお話ししていきたいなとこう思ってますので、よろしくお願いします。はい。Thank you. I'm very pleased to meet you. そしたら伊沢さんどうぞ。伊沢さん自己紹介どうぞ。私、はい。伊沢亮と申します。鍼灸師で今現在、ポルトガルのリスボンというところで鍼灸しています。4年前、5年前ぐらいに、今ここにいるオーラン・キビティの、ところで、マレーシアでですね、2年間彼の弟子として、鍼灸、臨床ですね。あとは彼のアシスタントとして働いてました。その後3年前にですね、こちらポルトガルに来たんですけれども、今もこうやって、通訳なり、研究なり、本の執筆なり、翻訳なり、いろいろと、一緒に仕事してるっていうところですね。はい。ありがとうございます。そしたら、オランさん、自己紹介をお願いします。Yeah. Hello, everybody. My name is Oren Kiviti, and I qualified as an acupuncturist in 1987. And in 1997, I started to study Japanese acupuncture, in particular Manaka-style acupuncture with Stephen Birch. And Stephen Birch is the co-author of Dr. Manaka's book in English, Chasing the Dragon's Tail. And I came across Ontake in Japan in 2009, and Ontake can be used to apply heat anywhere in the body. So Stephen Birch warmly encouraged me to study Hirata zones because he had written a lot about Hirata zones with Manaka. And I've spent a lot of time researching this topic. In particular with the help of Ryo Izawa, who was my assistant for 2 years in Malaysia and still helps me even today. So I'm very excited and grateful to be here with this panel today to talk about Hirata and especially to meet Kume Sensei. Thank you very much. ありがとうございます。Thank you very much. はい。ですね、あと顔が出ている先生方、ちょっとお名前と、所属なら所属なりなんなりを、お願いできますでしょうか。まずそれじゃあ、今里社長、お願いします。はい、株式会社中央という、治療器のメーカーの今里秀俊です。はい、じゃあ紹介だけ、今里です。はい。それじゃあ、次、板谷先生。板谷と言います。日本の大阪の方で鍼灸師を開業しております。この会では基本的には機械の操作のサポートをさせてもらってます。ありがとうございます。はい、次、川本先生、お願いします。川本です。休活未来塾では天野先生の補助というか、アシスタントのみたいな形で入らせてもらってます。Thank you very much, everybody, and I'm very pleased to meet you all. はい、ありがとうございます。関係性からいくと、板谷先生は私の学校の後輩です。川本先生は私の教え子です。学校の教え子です。で、福島哲也先生とか、新馬先生とか、
みんな仲間です。お灸の仲間は非常に少なくて、こうやって世界に広がっていくことがすごく嬉しいです。オランキビティ先生からの質問というのをいただいています。まず1番目、久米先生と平田先生の関係性についてです。Yes, that's fine for me. So, Kume Sensei, I understand that you've written at least 3 books about Hirata Sensei. So, what was your relationship to Hirata's work, and why did you choose to write so much about him? はい、よろしいですか。私のこれは自己紹介も含めてね、お話しする形になると思いますけど、私さっきも申し上げましたように、今かなりそこそこ長生きはしておりますけど、実は子供の時から非常に体が弱かったものですから、なんで自分がこんなに子供心にですね、周りと比べて自分が弱いんだろうなということを絶えず、弱く生まれたことを非常に呪うような気持ちでそんなことで、少年時代から私は自分の健康をいかにして保っていくかと、特に丈夫に強くなりたいという願望ですね、これを抱きまして、いろんな世の中には健康法があると。そういうことで、少年時代からも健康法の研究に取り掛かりましてね、その健康法といってもピンからキリマトとかいろんな分野の健康法がありますよね。そんな中で、特に体の、運動いうか体操的なものをね、最初興味持ったりしまして、現在こそ日本ではもう今健康ブームというか、健康法のそれこそね、本屋行ってももうずらーっとあるんですけども、私の少年時代は全くなくて、結局古本でしかね、その戦前の本を探すしかなかった健康法の本はですね、そんなことでいろいろ漁っておりまして、それの中で自分ができる範囲のことを少しずつ実行している。その中で平田先生の本にも出くわしたといいますかね、それが平田式、心療法というか熱心改良術とも言うんですけど、これが古本屋でやっぱり見つけたのが出会いです。だからもう自分で誰かの人紹介じゃなくて、自分で見つけたという形です。その本というのは平田先生の代表的著作で、かなり初期に出された本なんですけどね。そんなことで、平田先生の消息は全然わからないし、生きてるのか亡くなってるのかさやかもその当時はもちろんわからなかったね。で私は平田先生が亡くなったのを知ったのが、まだそれこそあれですね、昭和30年です。昭和30年ですね。だから私の20歳の頃いうことですから、だからそれを結局平田先生のことを知りたいと思ったら、やっぱり古本でしかそれ以外の平田先生の本をですね、いろいろと見つけるしか方法がなかった。いうことで平田先生に非常に関心を抱きまして、平田先生の生涯に対する、ね、興味いうか、それをなんとか他に全く本も何もないし、当時平田先生の教えを受けたという人もどんな人がおるかも分かりませんし、全く単独でですね、平田先生の今の本以外の本を見つけるために一生懸命年月をかけてですね、努力もしたり、いうことでしまいには私もだからこういう本を平田先生の評伝といいますか伝記を書くに至ったんですけどね、これはずっと後の話ですけど、これも今からもう24、5年前になるんですけどね、非常に不完全ですけども、なんとかこれも一つの自分の生涯のテーマをね、一つこれを完成したというんですか。もうこれよりもっと本当は次これをまたどう言いますかね、第2編で続編も出したいぐらいの気持ちは今でも持ってるんですけど、残念ながらまたそれは実現できておりませんが、不完全ながらこれを出したということで、私も平田先生のことから鍼灸というものにもう鍼灸師になりたいということで鍼灸学校へ行きまして、
そしてその後もその学校に残って教員ですね。だから教員生活をもう30年母校でですね。で定年までおって定年になった当時途端に今度は別の学校から声がかかりまして、そこでまた15年ぐらいね。だからもう80歳まで一応教壇に立ってたということなんで。今で1番と2番を一緒にしちゃった感じでいいでしょうか。オランさんから何かありましたらどうぞ。By all means, yeah. I was wondering, because when I was researching Hirata's books with Rio, I started to get a sense of his personality looking at his photographs. Can you tell us anything about Hirata's personality, what he was like as a person? What's your impression through reading about him? はい。私も平田先生の研究をすればするほどですね、奥が深いといいますか、このように少なくとも20歳のところからもう65年ほどね、もうこれ研究してるわけですけど、まだしたりないいうか、まだまだ未知の部分があったり、本当に非常に魅力的な人物でしてね。でご本人は44歳で戦死なさってるんです、残念ながらね。だから私とはこの世では9年間はまだこの私も生きてたわけですけど、戦死いうことでね、非常に天才的な人でありながら、何でもいいのもったいない死に方なさったんだなということでね、戦死なさったいうことでちょっと消息が途絶えたいうようなことで、世間から忘れられたような存在にしばらく平田先生もなってたんですね。それで私はこれを余計没頭してこの研究をやらなきゃいかんという使命感を感じましてね。そうすると平田先生にはいろんな業績がありまして、それ現在でも決して古くないばっかりか、今後とも必要なような一つの考え方というかね。だからそういう例えば平田死体にしてもそうですね。ああいったのがまだまだ今でもかなりは知られてますけど、もっともっとこれは後世にも残していかなきゃいけない問題じゃない。平田先生の治療法もそうですけどね、こういった平田死体、それから経絡に対する考え方、非常に現在も今読んでもですね、斬新というか新しい考え方をしてまして、そういうことで、平田先生はだから本当に天才的なもうひらめき、直感力があった人です。それから大学を一応大学哲学科出た後で医学部入って、医学部では卒業直前にね東洋医学をやってたもんですから、大学とちょっと圧力というかちょっと問題があって自分から辞めてしまったということでドクターにならなかった。だけど医学の素養だけを収めてた人ですからね。そういうことで医学の知識とそれから東洋医学にもういち早く入って東洋医学の良さに気づいて、それをもう盛んにですね自分の著書とかいろんなことでね世間に働きかけておったんですけど、これやっぱり時代の悲劇というかね、戦争ということによって本当に中断してしまって、ご本人にとっても本当にですねまだまだ夢があったろうと思うんですけどね。だからそれをなんとか今後の人たちに後継いでいただきたいなと。で私もその仲介になりたいなということです。はい。Can I respond? Yeah. I think for me, he's a fascinating person because he's a pioneer, and he's an unsung pioneer. By unsung, I mean no one knows outside of Japan about him. In acupuncture schools in the West, we always see the French acupuncturist Nogier as the pioneer of holographic systems. And so he developed the ear acupuncture model. And then after that, the Chinese developed their ear acupuncture model. And then after that, lots of people started to come up with different holographic systems like Korean hand acupuncture. But actually, Hirata predates all of those because he developed a holographic mapping on the arms, legs in the 6 regions long before Nogier. はい、おっしゃる通りですね。平田先生の平田死体がですね、
もう今から90年近く前だから、戦前いうのはね、昭和1945年が終戦ですから、もうそれからでも今年は77年になるんですよね。だから戦前はまだ日本の新旧会とか世界との交流というのがほとんどあんまりなかったということですね。医学界ではそれは当然国際的な交流はあったんでしょうけど、新旧会いうのは本当にまだまだ閉鎖的だった。その中でだから平田先生の研究なんていうのも海外どころか日本国内でもね、あんまり認知されなかったという、認知されないままに終わったと言ったら過言ではないと思うんですよね。そういうことで平田先生は非常に先見性があったと。だから本当に十二主体というようなことでもですね、ヘッドゾーン、ヘッド主体なんかに比べてはるかに精密にですね、もっと完璧な体の全身を6箇所全部ね12主体に分けてるという考え方、だからあんまりにも時代が早すぎたんでちょっと人がついていけなかったいう面もあるんじゃなかろうかと思いますけど、しかし平田主体だけではないということですね。本来ももっともっと先見性が発揮されてます。これはね先生、一般の人に向けて行った治療法だっていうことですね。はい、プロのなんていうの鍼灸師とかお医者さんとかに向けて作られた十二主体ではないということがまず基本にあります。はい、当時は非常にまだ抗生物質もない時代ですしね、非常に一般庶民相手の確かに平田先生は治療法なんですね、開発したのはね。そういうことで一般国民にともかく広く家庭療法として大衆療法としてね広めたいという考えがあって、それのために鍼灸という針と灸を非常に簡略な形にね、道具の形にして、それをしかも後をつけないとかね、やけどささないとかいろんなことで、熱心療法というのも開発したんですけど、要は目標は平田先生は国民皆健というかね、国民を全て健康になってほしいと、そして国民皆医というか全て医者に任せるんじゃなくて自分の体は自分で治すというか、あるいは家庭内で治す、そういうのを一つの目標にされたんですね。さらに言えば国民皆富というかね、貧乏というのをなくしたいというか、健康で病気しとったらどう言いますかね、貧乏になっていくわけですから、ともかく幸福な生活も送るためにもまず健康のためにはまずこうして自分で医者にかかる前に、あるいはまたどう言いますかね、そのために普及して一般家庭に普及したいという念願を持って、人のためというか本当に非常に博愛の考え方は非常に平田先生って持ってたんですね。広く多くの人に、ね、で分かりやすく伝えたい。しかもそれは決してそれが十分な効果が、その効果いうのは東洋医学という伝統3000年の伝統に支えられて、それを現代的にね実現しようとしたわけですね。Yeah, I'd like to move on then. So, because we are looking at Hirata from the future, we're looking at the course of his whole life. And when I look at his early work, then his system was very simple and aimed at the lay public as well as practitioners. And as I look at his later work, it was more complicated. So can you tell us anything about how his work changed over the years?平田先生の在生当時からですね、いろいろありうというか、その派生したやっぱり治療法もいろいろ当時からもすでにあったんですけどね、亡くなった後は余計ですね、この新しい技術を用いて、電気を使ったのが主流になってきましたよね。だから平田先生の一番最初は本当に火を使ったね、モグサとかそういう生の火を使った熱ですから、これはもう時間に限りがありますけど、やっぱり電熱ということになりますと、から平田先生も治療としては電熱を使ってたわけです。他人に対する治療自体はね。そんなことで、戦後もいろんな形で工夫したのができておりますけど、原理は言うたらもうそんなに変わったもんじゃなくて、熱あるいは熱プラス痛覚、
平田先生はあくまでも痛覚と熱覚を総合したということですから、針と球のね、の総合した刺激、それが一番体にとって最強の強い刺激だということですから、単なる温める温熱だけではないんですよね。だから熱心という名前もついているように熱張り、だから針に熱を通すというような、もちろん温灸というのもありますし、それはそれでお灸とか針の一つのどう言いますかね、種類の中に入ってくるわけですけど、平田式というのはあくまでも家庭療法としてそれを割合専門家が持つような難しい機械じゃなくて、家庭の簡単なものでないと普及しないという考えを広田先生持っておられます。そういうことからあんまり複雑なものはね、私自体もあんまり関係しなかったんです。For me, I see that he went from a very simple holographic model, which was the 12 zones in the 6 regions, to incorporating traditional acupuncture theory, which incorporated the meridians. So then he started to talk about the flexion lines and the extension lines. And so his model got more sophisticated as he progressed. それはその通りですね。これは平田先生が自分の著書の中にも解剖図、筋肉解剖図の上にですね、線で持って経絡を示すというのがあるんですよね。だから屈筋側走ってるものと、それから心筋側に走ってる、それはちょうど3本ずつ、手だったら手、足にしても3本ずつ。だから屈筋の筋肉のどう言いますか、くぼんだところをですね、それがちょうど溝みたいな形で線状的に触圧して、それを場所をですね押さえていって、だから経絡というのができてるんだと、過敏なところになっているということで、だからちょうど心筋と腹筋という、解剖的に完全に言うてみれば正反対の筋肉があるということで、心筋側にしているものを心線で、屈筋側の人を屈筋と、曲げる時に力を感じる、伸ばす時に力を感じる。だから手を伸ばしたり曲げたりする時に屈筋か心筋のところに経絡がいってるいうことをこれは日本で最初かどうかちょっとわからないんですけどもね、いち早くそれを、だからそういう名前を一応屈線心線という名前にして、これも簡略化したといいますかね、陽明大腸系とかね、血院心法系とかいろいろ、それはもう古典的な用語ですけども、これを非常に簡略化した、現代化したと、もうそして簡単明瞭にしたということで、屈線心線という形ですから、経絡そのものズバリ経絡の名前をそういうことにしただけで、古典を変えたわけじゃないんですよね。Thank you very much, Sensei. I'm now thinking that as you've mentioned, Hirata Sensei died in 1945 in the Battle of Okinawa. And one of the survivors of that battle was Dr. Manaka, Yoshio Manaka. And 40 years after Hirata's death, Manaka was using Hirata's system and writing his own book about it. So how do you feel that Dr. Manaka added to Hirata's work?真中先生も偶然でしょうけどもね、ちょうど戦争の終戦の時は沖縄におった。沖縄でもあれは島におったんですね、沖縄の本島じゃなくて。だから戦闘がなかったんです。平田先生は本島でもう一番の激戦地におったもんですから、これはもうね、終戦間際まで、頑張ってたんですけど、6月に亡くなったということになってるんですけどね。真中先生はだから平田先生は直接それは知らなかったんでね、当時はね。で戦後平田先生の、在政中に非常にお弟子だった人で、そして戦後お医者さんになった七条幸照正という人がおりましてね、この方が平田先生の言うたら皇帝お弟子さんの言うたら筆頭的な人で、
この方が、平田式の十二支体をなんとかこれ現代の医者のためにもなんか理解させるために現代的になんとか解釈しないといけないということで、形態学的機能学的な面から両方からそれ十二支体にね追求しまして、力感覚的解釈ということでこれは平田先生の、十二支体がやったにかなりそれ近いと思うんですけど、七条先生がそれをもっぺんそれを戦後それを論文に書きましてね、これがまた学位論文の副論文としてこれ医学博士になったんですよ、七条先生が。でほとんどそれをヒントを得たのが真中先生で、真中先生も平田式十二支体を使って今度は臨床研究を行うということですね。それでよって、今度は、より熱心にね、七条先生はもう直接直弟子だったんですけども、またノイロメーターというのに近いノイロピンというような電気でツボを検索する、また治療もするというような、方向へ行ったんですよ、七条先生はね。七条いうか七条というんでしょうけど。That's great. So you've filled us in with the missing link between Hirata and Dr. Manaka. 七条先生ですね。はい。七条先生の論文私持ってますので PDF にして送ります。Great, that would be wonderful. Thank you. それではね、そろそろ1時間が来てしまうんですが、構いません。大丈夫ですか？まだ頑張れるそうなのでどうぞ。ありがとうございます。So, Kime Sensei, what do you see as Hirata's legacy, and what do you think is lies in the future for it? 熱心療法ですね、その刺激療法という、それから平田支体、それからさっきもちょっと出ました平田式経絡と言ってもいいような名前の平田式の一般の古典的なものとちょっと総合も違うぐらいのことが面もあるんですけど、平田先生がこの名前を心線屈線だけじゃなくて経絡に一つずつの生理的に作用というものを考えたといいますか、発見されて、それも経絡説の中に入っております。これも独創です。それから経絡体操いうか、だからこの体操いうことによって経絡、そのさっき言った屈筋と心筋とのね、自分の体で経絡を体感するというか、ね、自分でその感覚をつかむために自分体を動かして、それが体操にもそのまま利用できるということで、私はこれ経絡体操と名前つけたのは私なんですけど、平田先生がつけたわけじゃないんですけど、平田先生は経絡実験法という形で体を12の方向にね動かすことによってこれも本当に今でもですね、非常に貴重な私はレガシーじゃなかろうかと。経絡体操ですね。これがだから本当はもう治療者も全部本当は自分で経絡をね、そういう感覚をしないと、ただ知識としてね、経絡を使っているだけじゃダメなんだと。自分の体で、そして患者さんに対した時は患者さんの経絡の言うたらアンバランス乱れが自分の体に感覚として直通に移るようなぐらいにならないとダメだというんですよね。治療行為というのは患者さんと施術するものとが一体化して感覚としてね、自分の体に移して、そして相手を治すという、平田先生はそれを力説なさってたんですね。そのためには自分の体でもって経絡というものを体感するというかね、それを非常に力説されてたということで、これ経絡体操と私は名前つけたんですけどね、一つのこの医学面におけるレガシーというのはこういうことかなと思います。平田先生後世に残したい平田倉吉の著作ですね。そう平田先生は約30種類ぐらいの単行本を生涯のうちに出しておられるんですけど、その中からよりすぐってこれだけは後世に残したいと私ちょっと選んでみたんですよね。1,2,3,4,5,6,8冊ほどありますけど、一冊といえばですね、この中で弁証法経典って、
これが500ページの大きな本なんですよね。だからこれがまあ言ってみればもう平田先生のこう一番のもう運びというかポイントというか結晶ですね、生涯のね。これがだからまだこれが完全にマラカ先生もこれにかなり取り組んでたんでこのことをね、だから著書にも書いておられますけどね。しかしまだ完全にこれをね、言いますか十分どこまで理解なさったことはちょっと私も分かりませんが、要は平田先生が大学では哲学を勉強した最初医学行く前に、その哲学の中でも特に東洋哲学というのをね勉強非常にされた。東洋哲学の中で一番の代表が駅なんですね。四書五経という五経の中の一応筆頭が駅なんです。駅哲学というのはだから今占いという形で利用されておりますけどね、非常に奥が深くて、このいいですか駅の理を医学に応用したのがですね、十二主体の発見にしてもね経絡にしても全部この駅の考え方から出てるいうことは案外見逃されてるんですけどね。だからこの駅というのはここにもちょっと書きましたようにね、これに基づく診断と治療、意識と直覚の統合といいますかね。だから駅そのものは東洋的総合弁証法のことですから、本としては弁証法経って難しい題名になってるんですが、弁証法というのは1930年代にちょっと流行語になったぐらいで、ヘーゲルの弁証法ですね言うたら。それからマルクスももちろん弁証法と言いましたけども、その弁証法というのは結局西洋だけじゃなくて東洋にももっと完成された弁証法がある。それは何かというと駅だということを平田先生はね。だから駅いうものを非常に現代の知識人に分かりやすいようにまた書き換えて、これが弁証法いう経典という非常に自分にとっても非常に大事にしたから経典という名前をつけてるんですね。それを非常にこれが言うてみれば平田先生の治療を読み解く一つの一番のキーになるもの、根源になるものです。これが分かったらですね、平田先生のことがもっとよく分かる。非常に難しいんですから、駅いうのはね。で難しいですけど、これはもう本当に平田先生の根本に横たわっている問題だということです。For me, his legacy is that his system is very simple. So it makes our work as practitioners easier because we can teach our patients to treat themselves at home. And this gives more momentum to our weekly treatments. We can actually help them to grasp their health in their own hands. And that's, for me, his greatest legacy. おっしゃるようにね、その考え方っていうのが平田先生の考え方で、平田先生の財政当時のさっき七条先生のこと言いましたけど、他の武術家もね非常に皇帝いうか弟子だった人が戦後ですね、平田先生の考えを取り入れて指圧に応用してるんです。だから後方指圧という名前ですけど、八甲流って聞いたことあるかもわかりません。武術家です。八甲流柔術というか、それが片っぽでは平田先生の後方指圧ということで、刺激を指で刺激を与えていくという、これだったらもう道具も何もいらないですね。だから平田先生もそれをやっぱり道具も何もない時はそれでやれということでね、指で押さえていくとツボをですね。だから戦後もそういう増永先生の増永式指圧というのも有名になりましたけど、海外にまで普及しましたけど、増永先生の考え方もそうなんですね。経絡指圧という形で。ですから何も道具がいるわなくても手で持って治療も成り立つし、指圧でなくても手のひら療治というか食事療法ということも一つの柱になってるんですよね、平田先生は。だから手当て療法というか、手当ての一番原点が手を当てることですからね。これも治療刺激ではないにしてもね、精神的な対人関係の皮膚と皮膚との接触でもって治療の基準が成り立つという考えが手当て療法、食事療法と言いますかね。そういうことも研究されてまして、民間治療全集というのはこの中が平田先生はもうすでにいち早くですね、あらゆる民間療法というからこれを全部取り上げて検討を加えておられる。
これもう今でもこれそのまま今そのまま復刻して再刊しても全く新しいと言ってもいいぐらいのこれ今から90年近く前ですよこれね。だから6巻ありますけどね。まあこの中にもまあ熱心療法もその一つですけど、水気療法、電気療法ね、それからまあ今言った指圧も整体もあるしね、それから何とかいうこの光線療法とか、ね、あらゆるものを一応ですね取り上げてるんですね。まあこれだからこういうことも一般に、ね、一般の大衆のうちに家庭でもって、ね、国民会議という目的に沿うということではこういう熱心療法ばっかりじゃないということ。Well, I'd like to thank you very much, Kume Sensei. This has been a wonderful interview and very rich, and I feel I understand Hirata a little bit better now. Thank you. もうよろしいですか。ありがとうございます。もう名残惜しいんですけど、まあまあのお時間です。あ、そうですか。はい、はい、残念ながらじゃあこれで一応、はい、また機会がもしありましたらね、はい、いうことで、今日はじゃあこのあたりで終わらせていただきましょうか。ありがとうございました。先生、この資料はコピー取ってもいいですか。あ、もちろんいいですけど、じゃあコピーいただいて、でまた PDF にしてまだまだ言いたいこともたくさんあるんですけどね、今日まあちょっとしたたらずなんですけどね、本当はまあ漢字のこと言うてないないう感じもいたしますけどね、はい、そんなことで。Yes, me too. So yeah, I'm very grateful that we had this hour, and I'm sure that this will be very useful to Japanese and Western viewers who are interested in therapy and helping out their patients. Thank you very much. はい、先生方ありがとうございます。私の方から一つ質問させてください。平田式は海外の先生方ご存知なんでしょうか。スティーブン・バッジ先生、いわゆる真中先生を通してご存知っていう感じでしょうか。Yeah. So I first heard about Hirata therapy through reading Dr. Manaka's book, Chasing the Dragon's Tail. And Stephen Birch talks about it briefly. This is a very long book, and apparently there was a whole chapter on Hirata zone therapy that was taken out of the book. So it was just discussed in very brief terms. And it's also mentioned in a couple of other of Stephen's books, including one he wrote with Matsumoto sensei. So there were small, short pieces about Hirata zone therapy. So Stephen had also not really taught this kind of therapy before, because I think there was no instrument at hand for him to use. So we didn't have the mind therapy device, and the rolling heated roller that Dr. Manaka used wasn't available to us in the West. So Stephen really never taught this. And that is why when he heard that I was working with Ontake, which is a heat device and a very simple and cheap device, he encouraged me to research it. So there was very little written in English about Hirata zones at that time. Now I think there's more interest in Hirata zones because of the book that I've written. There are many ways that information comes from Japan to the West. For example, there are Japanese nationals who are teaching in America or in Europe who teach their own styles and their own systems. And then there are people like me who have trained with Japanese teachers who are also teaching in the West. And then there is Najom, of course, which is the main conduit for articles and new research about Japanese acupuncture. So all of those ways are ways that acupuncture comes from Japan to the West. But this is very different to the way acupuncture comes from China to the West. And maybe we could talk a little bit about those differences in a minute. I think that, as you've mentioned before, that there were very few lines of communication from Japan in the times of Hirata, or almost no lines of communication in those days.
And these days there are more lines of communication, but it's not official. Whereas, for example, China's government put so much money into promoting traditional Chinese medicine. So it's almost like Chinese acupuncture has become the gold standard of acupuncture, and Japanese acupuncture is kind of very marginalized as a result. So we just need to promote Japanese acupuncture and Japanese healing systems more. はい、ありがとうございます。具体的にどういう方法が一番オランさんに届くかなという、とりあえずまずオランさんに届けばみんなに広がると思ってるんですけど、発信はしたいんです。私たちも海外に向けて電子音球機なら誰でもできるので発信をしたいと思ってるんですが、どのようにする、どの方法が一番届きますか？I think there are various ways that you can do it. One of them, I mean, you're going to need people like Rio to help you translate because it has to be in English at least. The first thing you can do is do short videos, like short videos of a case or treating somebody. There's something like 5 or 6 minutes long, and put those on YouTube and regularly put those kind of things so people can see your device in use and being used, and then people will get interested in it. I think that would be the main thing, and to have English language content, translation or subtitles. And so you need to build your network as well to grow that YouTube channel. はい、ありがとうございます。なかなか言葉ができないので、私たちもね臨床だったらビデオで届けられるのであんまり言葉は関係ないのかなと思いつつね、なんとか動画で北米雑誌のように論文を書けと言われるとしんどいので、ビデオで撮ることは多分できると思うので頑張って発信していこうと思います。オランさんは針もするんですか？ Yes, I do acupuncture and moxibustion together. 電子音球機はご存知ですか？ I've seen the Hirata-kun that the Thermotherapy Association in Tokyo use, and I've seen pictures of Dr. Manika's device, but I've never used one myself. それではせっかく社長がいるので一休の紹介を少しさせていただいてもいいでしょうか。Sure, I'd love to see them. はい、それでは社長に代わります。ちょっとお待ちください。そう、ほんまやね。ごめんなさい。カメラこれです。はい、中央の今里です。簡単に、デバイス、一休です。こちらの方はバッテリー、こういうバッテリー式の電子音球機というものがあります。こちらの方は単3電池、4本入っております。で、ヒート、ライト、プッシング、スライディング、OK。で、1、2、3、3チャンネル、アップ、アップ、アップ。ソリ煙と火と煙と灰、ヤニがノー、それと、ワンボックスバッテリーで、8000回少しだけ、この商品は、あくまでも、災害とか、その火が使えない環境とか、こういうその、部屋の中で使えるような環境で、開発した商品です。だからもぐさが使えないんじゃなくて、使いたくってもその環境が火が使えないという環境があまりにも多くなってきたので、こういう商品が、ニーズが出てきて、国内
では結構出ております。日本国内では出ております。はい、じゃあ社長ありがとうございました。日本でもなかなかお灸をしなくなりました。なのでもぐさを揉まなくても治療ができるというね、こういう機会をなんとか皆さん使っていただけないかなという勉強会を今私たちはしています。It's certainly true that it's becoming harder and harder in the West as well to teach moxibustion because so many conference centers have smoke detectors. So it's very hard to teach people to do moxa, and people are less willing to learn moxa now because they're worried about the smoke detectors in their own clinics. それではそろそろ締めに入りますが、板谷先生何か質問ありましたらせっかくですからどうぞ。はい、すみません。すみません。ものすごい、もう簡単でいいんですけど、すみません。オラン先生は、お灸に、どうやって出会われたのかなと、今、話されたように、皆さんあまりしなくなっているっていうこの中で、どういうふうにこれをやろうと思ったのでしょうか。Well, it's strange because whilst you say it's getting less and less common, in one way that's true because a lot of practitioners are worried about smoke. But in another way, moxibustion is going through a revolution in the West because there's a new breed of moxibustion specialists, people who only practice with moxa. You've mentioned two teachers already, Shinma Sensei and Fukushima Sensei, and they have been working very much with Philip Kaude Sensei. And between the three of them, they are creating a big revival in Fukaya-style moxibustion. And many practitioners in Europe are following them and treating with moxibustion alone. So you can see there are two different movements. One is this growth of interest in moxibustion, and the other is more and more regulation about burning in buildings, about burning materials in buildings and clinics. And I don't know where the future will be, but I think there's a lot of interest in moxibustion. ありがとうございます。ありがとうございます。Thank you very much. 深谷先生の著作がたくさんあります。それでそれを Kindle 化しようと英文化しようということを私たちもやろうとしたんですね。それでご相談をしたら、昭和の初めのいろんな日本の風習のようなことが初めに書いてあって、その後に治療法が書いてあるんですが、その初めがいらないと言われてしまって治療法だけまとめてくれませんかと言われて、ただ私としては日本のそういうその前の文章、今私たちが見ても昭和の初めの話なのであまり役には立たないのは立たないんですけれども、でもその治療の裏打ちがそこに書かれているので必要と思ってしまうんですね。で海外の人はただ単に治療法だけ書いてくださいとおっしゃる気持ちはすごくよくわかるんですが、どちらがいいですかっていうことをちょっと悩んでしまって仕事が止まってるんですね、そこで。はい。I think that younger people and younger practitioners like things simple and short. It's just a sad fact that their attention span and the way that they view the world is very much through social media and through sound bites. So if we want to talk to younger practitioners, not necessarily to older practitioners, but to younger practitioners who are graduating or in their first 10 years of practice, then we need to match their kind of generational needs. And so we need to be short and snappy in the way that we teach them and encourage them later to go into depth. But we need to start off with simple things. なるほど、ありがとうございます。参考にさせていただきます。川本先生何かありますか？
大丈夫ですか。はい、そうですね。もうかれこれ2時間、長いこと先生お付き合いさせました。すみません。それでは先生ありがとうございました。いえいえ、なんかお役に立てばと思います。ありがとうございます。オラン先生もありがとうございました。Thank you all very much for this wonderful opportunity to meet different people. And thank you very much, Rio, for translating for everybody. 長い時間ありがとうございました。皆さんこれからもお元気で、Thank you very much ありがとうございました。本当に今日、ホランさんもいいお声だし、通訳の方がまた素晴らしいあれですね、ご堪能というか日本語英語でね、見事に、だから今日は本当にいい時間を過ごさせていただきます。本当にありがとう。平田先生生きてたら本当に喜んだと思いますよね。はい。That's great. Yeah, I hope he's smiling. はい、また Facebook などでおつながりがありますのでよろしくお願いします。Okay. Thank you very much. Thank you. ありがとうございました。はい、さようならです。バイバイ。はい、どうもありがとうございました。バイバイ。失礼します。ありがとうございました。